まず昨年5月末にハラスメント対策の強化となる労働政策総合推進法が改正され、本年6月1日から施行されます。来月のですね。お手元の配布資料にありますが、ハラスメント対策については、大企業に対してパワーハラスメントの予防から再発防止に至るまでの一連の措置が義務付けられ、セクシャルハラスメント等についても、すべての企業について、労働者が相談などを行ったことを理由とする不利益取扱いの禁止など対策の強化が図られることです。また、改正法に基づく指針では、措置義務の内容に加えて、今、医療、介護、小売等の現場で特に問題となっております、顧客などからのいわゆるカスタマーハラスメントや、就職活動中の学生やフリーランスの方に対する言動についても、相談対応との望ましい取り組みを示しております。改正法の施行後は、措置義務に関して、都道府県労働局による助言、指導等や、調停制度の活用などを通じて、適切な履行確保や円滑な紛争解決を図ってまいります。また、いわゆるカスタマーハラスメント等に関する望ましい取り組みについても、引き続き周知啓発を徹底することにより、積極的な対応を促したいと思います。医療、介護、小売などをはじめとする現場で、こうした状況の中においてもですね、感染のリスクと戦いながら働いていただいている方々が安心して働き続けていただける、こうした環境づくりに協力をしてまいります。また、精神障害の労災認定の基準について見直しを行い、パワーハラスメントを基準に明記をしました。パワーハラスメントについては、これまで嫌がらせ、いじめに類するものとして評価をしてまいりましたが、認定基準に明記をし、評価の仕方などの明確化、具体化を図ったところであります。これにより、パワーハラスメントによる精神障害の労災請求が行いやすくなるとともに、パワーハラスメントの防止に実効ある取り組みがなされることを期待をしております。2点目でありますが、毎年5月31日は WHO が定めた世界禁煙デーであります。これは1988年に禁煙令が設置をされました。また、厚生労働省では、これ1992年からでありますけれども、今月31日から始まる1週間を禁煙週間と定め、今年度は2020年、受動喫煙のない社会を目指して、タバコの煙から子どもたちを守ろうをテーマに、全国各地で普及啓発活動を行ってまいります。今回は新型コロナウイルスの感染拡大を防止するという観点から、集客を行うようなイベントは開催をしませんが、ウェブ上に特設コンテンツを作成し、喫煙や受動喫煙による健康影響から人々を守ることに役立てていただくよう、広く取り組みを呼びかけていくこととしています。本年4月からは、望まない受動喫煙をなくすための改正健康増進法が全面施行され、飲食店、オフィス、事業所などさまざまな施設において原則屋内禁煙となりました。望まない受動喫煙のない社会を目指して取り組みを進めてまいりますので、国民の皆さんの理解とご協力をお願いしたいと思います。最後でありますけれども、令和2年4月の有効求人倍率は 1.3 人倍と前月より 0.07 ポイント低下をしました。正社員の有効求人倍率は 0.98 倍と前月から 0.05 ポイントの低下となり、平成29年6月の 0.99 倍以来、2年10ヶ月ぶりに1倍を下回ることとなりました。こうした現在の雇用情勢は、求人が求職を上回って推移はしているものの、求人が大幅に減少しており、弱さが見られます。新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響により、一層注意する必要があると考えております。私の方から